はい、皆さん、こんにちは。哲夫です。この度、YouTube チャンネルを開設することになりました。よろしくお願いいたします。YouTube チャンネルを作った理由なんですけど、急遽作ったんですけども、こんな、ね、外にも出れない状態が続いちゃってまして、ラジコン趣味にしてる人たちがすごくずっと家にいて、もうかなり、きつい状態が続いてると思います。そんな時にですね、F3A、僕やってますんで、F3A の情報、F3A だけじゃなくて、ラジコンのドリフト、ドローンとかヘリとかアクロとかいろいろあると思います。それをですね、徐々に説明していってですね、少しでも、お家にいる人たちが楽しくできればなと思って、解説いたしました。でも今回第1弾なんですけども、第1弾、F3A ルームということもありますので、F3A の、基本、基礎ですね、の、僕なりのセッティング方法っていうのを、紹介できればなと思います。僕、仕事柄ですね、やっぱりお客様に調整見てくれっていうことが、多々あるんですけども、皆さんに言えるほぼほぼ 100% 言えることは、まずほとんどの方がトリムずれちゃってますね。で、トリムがずれてしまうと、サイドスラストであったり、重心であったり、この辺がですね、もう、ちゃんと把握できないので、まず初飛行の時とかもそうなんですけども、初飛行の時で言うと、飛ばすじゃないですか。飛んだらもうすぐトリム取っていただいて、トリムが取れたら手を離してみてください。手を離して、もうまっすぐ飛んでることを確認することが大事ですね。ここでもうトリムがずれてると、サイドスラストとか、重心とか、もうこの辺も、意味がなくなってきちゃうんですね。ナイフエッジのミキシングもそうですね。なので、まず一つ目はトリムを取ることが、重要です。次はですね、僕の場合はトリムが取れたら、次背面にしてみます。それで、これスティックプレイなんですけど、こう、水平飛行でトリム取れてるじゃないですか。その状態でハーフロールします。で、ハーフロールして、ここでダウンを打つんじゃなくて、ダウンを打たないで、このままこう、落下させていきます。危ないんで少し高いところでやった方がいいと思うんですけど、その時に、どれぐらい下がってるかで、この飛行機の重心が、分かってきます。で、僕はどっちかっていうと、背面の時にあんまりダウンを深打ちしすぎたくないんですね。その理由としては、やっぱロール系の時ですね。やっぱりこう、滑らかにこう入っていきたいので、ラダー打ってダウンに今度打っていくと思うんですけど、その時にやっぱギクシャクしたくないっていうのが多いので、あんまり下がらない程度に、重心をずらしていきます。これが2点目ですね。重心を見ること。その次に3点目は、次はスラストですね。それが終わったらスラスト見るので垂直上昇をしていきます。で、垂直上昇の時、やっぱり僕はもう本当にまっすぐ上げたいので、ちょっとダウンかなとかなっててももう絶対完全に取りますね。もうぴったりそこはもうスラストいじっていただいて、取ります。で、ほとんどの飛行機はですね、下りで少しアップに行ってしまいますので、そこで、ダウンミキシングを入れるんですね。ダウンミキシングを入れるんですけども、これすごい難しくて、例えばすごいまっすぐ降りてたとしても、じゃあその状態でロールをしたらどうなるかとか、長いストレートだったらどうなのかとか、短いストレートだったらどうなるかとか、この辺がすごく難しくなってくるので、そこを完璧に取るっていうのはすごい難しいので、長いストレート、短いストレート、ロールが入ったところ、なんかのいいところのデータをいつも取るようにしてます。これが4点目ですね。大体ここまでできれば、もうそのままナイフエッジとか取らなくてもほとんどパターンをすることができます。ナイフエッジのミキシングっていうのは結構、なんていうんですかね、好き好きもありますし、ちょっとダウン気味に行った方がいいなとか、ちょっとアップ気味に行った方がいいなっていう人とかもいると思うので、ここからはもう、好き好きになると思います。ただですね、今の4点の話は、水平尾翼とか、
主翼のもう計画が合ってる状態になってきます。で、飛行機によっては主翼の計画がいじれる飛行機とかもありますよね。そういう飛行機だと、例えば水平飛行で飛んでいただいて、背面にした時にすごいなんか頭下げになっちゃう飛行機が中にはあると思います。それは多分ですね、向かい角がつきすぎてるか、もしくは重心が前重か。このどっちかだと思うので、そこを探りながら行くっていうのが結構難しいので、僕はもう決められた主翼のよりちょっと計画少なくしちゃってることが多いですね。調整できる飛行機に関しては。あと水平尾翼はだいたいほぼほぼいじれる飛行機の場合なんですけども、いじれる飛行機の場合は、水平飛行で0かちょいマイナスぐらいだったらそのままやっちゃってますね。いいかなって感じでやっちゃってますね。飛行機の調整、これができればですね、ほぼほぼ演技が簡単になっていくんですね。なんでかっていうと、もうスラストも合ってるので、水平飛行が出てれば、水平飛行の状態からアップを引いていただければ、垂直に立ち上げることができます。ここで曲がってるっていうことは、もう飛ばしてるフライヤーのその見え方がずれてるっていうことになってきますんで、そこはですね、演技を調整するとかで、練習するのはいいんですけども、その前に本当に水平が合ってるのっていうのを疑っていくのがいいかなと思いますね。名前挙げちゃうとあれなんですけども、世界戦とかで行くとですね、いつもと違うフィールドとか、空気感も違うし、そういう時に、いきなり演技するっていうよりは、やっぱ上位選手は最初にそのフレームを見るというか、空気感になれるというか、そのボックスの飛ばし方をするんですよね。水平飛行から垂直に立ち上げて、そのまま高いところを水平飛行で飛んでってみたいな。これがずれてるともう演技ができないので、そういうのをですね、今実際できないので、リアルフライトとか、そういうのでやっていただければいいかなと思います。はい。今回は簡単に基礎を、お話しさせていただいたんですけども、もしもですね、要望が多ければ、機体の中のセッティングデータとかですね、例えばサーボの設定とか、スロットルカーブの設定とか、そういうのも、要望が多ければ、更新していきたいなと思います。ぜひですね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。